自分のねオリジナルのレシピをできた時にニラだれ作った時に俺天才やな思うんですね。これ豚バラですか？はい、豚バラです。半ラーメンとかには入れるんですけど、基本オムチャーハンとかの上のチャーシューとかにも使ってます。あとチャーシュー盛りとかも全て。出来上がりまで何時間ぐらいかかるんですか？これはほんまにこの固めるとこまで味入れるとこまでやったら24時間ぐらい。切ってるのが炙りチャーシューコロコロの上、これも全部豚バラで切り方が違うんですけど、バランスよくダイス状にしてね、これをチャーハンの上に乗ってるやつです。炙ってっていう。
3000食ですか？そうですね、約2700から3000食ぐらいをずっと作ってるわけですから、ほんで他のメニューっていうのがもうないじゃないですか、予想のね中華屋さんと違って、だからチャーハンにかけては多分中華料理屋さんの言うたら3ヶ月分ぐらいを1ヶ月で作ってんじゃないかなっていうぐらいね、だって作るもんでうちチャーハンしかないから。午前8時の秋田市です。さっき社長からもいただいたんですけども、なんか接客がすごいという口コミがあるんですけど、なんか接客で意識されてることってあるんですか？みんな、なんだろう、自分がご飯とか食事行った時に、そういう接客してもらえたら嬉しいなっていうことをしてくださいみたいな、従業員の子たちにそれをみんな結構実践してくれてる、お客さんの立場に立ってしてくれてるっていうのと、でちょっとしたアイデアとかでああいう勉強に書いたりとか、テイクアウト容器の蓋にもありがとうって書いてみたり、空いてる時間に、本当ちょっとした些細なことなんですけど、お客様ついてからここにお部屋置いてるけど、お部屋も町中華なんですけど入れる、おしぼりも一緒にができる範囲のことはやっぱりしましょうっていう。これアホじゃないですよ。これはバカです。何が？あるです。タップじゃないし。あるですでこれ油。お待たせいたしました。これください。社長、先ほど、大島さんがチャーハン一番うまい。お店で作るの一番うまいとおっしゃってたんですけど、何がこうチャーハン作るうまさっていうのはどこにあるんですか？何が作り手によって違うって言ったら食感なんです。そのチャーハンの食感、見た目、食感と見た目っていうの、まあ見た目だもちろん大事ですけど、そのプラスアルファやっぱ食感っていうのはね、炒める人によって全然違うんですよ。もうべちょべちょなったりとか、パサパサなったりとか、パラパラ作るのは誰でもできるんですけど、その中でしっとりっていうのをねこう作れるっていうのは、なかなか、みんなできるんですけど、その中でもやっぱ僕の中では一番あの子が今。
た。水加減疲れて。おすすめしませこの前に登山の番組出たの。20番のゆうさん20いなかったらしいですか。あっちで盛り付けます。あ、これ
いよ、ありがとうございます。お待たせしました5番です。あ、そういうこと？ああ、なるほどね。マジ。どれ？
取ります。8です。あと1分ぐらい。これこう。すべてを知る社長のおすすめは何なんですか？僕のおすすめですか。僕ね、今までもうほんまに、自分のなんですか維持としては、普通のザ・チャーハンってずっと言ってたんですけど、20番の揚げ鶏物のニラダレチャーハン、それがね6月ぐらいに完成したんですよ。6月やったかな、そのニラダレが。でニラダレを自分でいろんな参考にしながら作っていって、ほんで自分のねオリジナルのレシピをできた時に、ニラダレ作った時に俺天才やな思うんですよ。なんでもう一回食べたくなるんですよね。時間経ったら時間経って後日とか、もう一回食べたい味やなっていう、その中毒性があるのかどうかわかんないですけど、そのニラダレチャーハンは今一番自分でも毎日食べてるぐらいそうですか。豚キムチチャーハンに続くぐらいヒット商品になると思う。自宅でチャーハンを作るなら、いこういうところに気をつけたら美味しくできるよっていうようなポイントってありますか？もう有名な話かもしれないんですけど、自宅で作る時って一つはお茶にご飯お椀に入れて卵かけご飯作るんですよ。さっき卵と溶いてフライパンで焼いていくっていうチャーハンの作り方と、あとご飯はやっぱり冷蔵庫で保存してるやつとか冷凍ねしてるやつとかもあるかもしれないですけど、もう熱々までチンする、やっぱりね炊きたてのご飯でチャーハン作るのが一番美味しくて、卵かけご飯を作ってコーティングして、でフライパンに家ってねラードないですけど、サラダ油でもひいて、もう直接そこでもう焼いていくとパラパラのチャーハンができます。であとフライパンは絶対に持ち上げないことですね。で家の火力ではね持ち上げるとほんまに温度ってすごい変化するんで、持ち上げずにもうずっとこうヘラとかでずっとこうやってもう混ぜるようにこうひっくり返してでこう切っていくように作ると美味しいふわっとしたパラパラのチャーハンができると思います。火力はもうずっと強火で最大でね僕はやるんですけど、いろんなね方、この近畿でねお店やってる人からやってない、もう別にお店やってない人でも、ね、出れるような、そんななんかチャーハン大会をいずれ、僕がね時間できるようになったらそういうのも企画してやっていきたいなと思う、主催で。そうですね。僕もほんまに出ますしね、普通のチャレンジャーで。だからこの子と戦って負けるかもしれないしそう1回戦当たってね負けるかもしれないしっていうのがまたそれもすごい楽しいし、自分でね向上できますよやっぱりね。
そういうねチャーハンの天下一武道会みたいなのしたいんですよ。来年のねこの1年後にはそういうのやってみたいなと思って美味しいのもあるんですけどエンター的なのもすごくてっていうお店が六段さんという、津軽三味線をコンセプトにしたお店でそこのお店は、津軽三味線の賞を取った先生が日替わりで津軽三味線を弾いたりとかあと気さくなおかみさんがトークで盛り上げるとか、でもちろん料理も東北の方の郷土料理とかもあってすごく楽しめるいいお店と思います。もう一つが、千日前にある居酒屋ヤグさん、そこのお店はねまたドレッシングが美味しいって言ったら変なんですけど、和食の料理から洋食まで全て楽しめてアットホームな感じでいろいろもう料理も結構幅広くあるんでもう全部美味しいですヤグさん。もう一つが、鉄板焼き前線さんでそこの大将はもともとずっと、そういうシェフのお仕事してて、気さくな感じでそこもアットホームな感じで地域密着型でね多分リーズナブルな値段で鉄板焼きを食べれるっていうのをやってます。そこのオムライスはお子様とか連れていても感動すると思います。すごい名物と思います。